はい、井上ゼミです。今回は内臓脂肪の基本のですね、3回目ということで、今回は改善編ですね。前々回ね、基礎編ということで、内臓脂肪ってどういったものなのっていうね、そういった基本的なお話をして、で、前回ね、病気編ということで、内臓脂肪に関連する生活習慣病ね、これがたくさんあったんですけれども、そういったお話をしました。で、今回は、じゃあその内臓脂肪をどうやって減らしていけばいいのか、で、病気をどういうふうに改善していけばいいのかというね、そういったお話として今回は改善編として内臓脂肪を確実に落とす方法ね、これをお話ししたいと思います。で、やっぱりね、僕はここを聞いてほしいんですよ。というのは、いろんな問題がありますよね。で、今回で言ったら、病気ですよね。もういろんな病気、いろんな問題があるんだけれども、そこで前川さんはそこで終わりにせずに、じゃあどうしたらいいのかっていうね、その確実にその問題を解決するというね、そういった方法を示してくれているわけですよね。そう、だから僕はね、そういったところがやっぱりね、希望だなと思うんですよ。だから問題を問題として終わらせないで、ちゃんと希望の道があると。で、それを示してくれているというね。で、僕はね、そういった本はやっぱり面白いなっていうふうに思うんで、やっぱりこのね、現代社会の行き詰まった状況であるとかね、この閉塞感であるとか、もう病気の人だらけになってるとかね、そういったところをですね、打開するためにもね、やっぱりこの希望の道を示してくれているっていうことは僕は大切だと思うんで、井上ゼミでもですね、そういった本を積極的に扱っているんですけれども、今回はね、改善編ということで、ぜひですね、ご覧いただきたいと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、まずはですね、もうこれを抜きには、この改善編は語れないということで、もうこのお話をね、がっつりしたいんですけれども、この内臓脂肪を確実に落とす方法としてはですね、もうこれなんですよ。糖質制限なんですね。で、この糖質制限に関してはね、もう井上ゼミでも何回か扱っているんですけれども、このね、まだね、糖質制限実践していない方だとかね、知らない方は特にそう思ってると思うんだけど、糖質制限っていう風な言葉を聞くと、これ制限って入ってるから、なんとなく辛いことかなとかね、あるいはなんとなく息苦しいんじゃないかなっていう風に感じられてる人結構いらっしゃいません？そういう人いません？でね、これはですね、糖質制限という言葉に隠れて、大事な部分がちょっと見えにくくなってるっていう側面があるので、そういったね、イメージを抱いてしまうというね、そういったことあると思うんですけれども、これ実はですね、糖質制限っていうのは糖質を控えるっていうことはやるんだけれども、その裏にはね、いろいろな種類のおかずをしっかり食べるダイエットっていう意味があるんですよ。だからここでのポイントは、おかずをしっかり食べるっていうとこね、ここなんですよ。で、そのおかずっていうのは例えば何かっていうと、お魚とかお肉とか大豆製品ね、こういったタンパク質の豊富なおかずをしっかり食べるということね。これが糖質制限の裏にあるもう一つの意味なんですね。だからここでのポイントは、控える、減らすのは糖質だけであるということね。だから糖質以外のおかずはしっかり食べましょうっていうことなんですよ。それが糖質制限ということね。で、ここでね、一つ注意しておきたいのは、減らすのは糖質だけだから、じゃあ糖質さえ減らせばいいんだというふうに考えて、低糖質食品ばかり食べて辻褄を合わせるという人がいるんですけれども、これじゃダメなんですよ。で、それはなんでかっていうと、内臓脂肪はこれでは十分に減らないからですね。なので、ここで押さえておきたいことは、内臓脂肪っていうのは、おかずをしっかり食べる糖質制限で確実に落ちるということなんですね。だからね、糖質制限っていうふうに言っただけでは、なかなかこの具体的なイメージ湧かないと思うんですよ。つまり、おかずをしっかり食べるという糖質制限ね。これをやれば内臓脂肪は確実に落ちるということなんですよ。で、これなんでそれで確実に落ちるかというと、これ理由が2つありまして、1つはエネルギーとして優先的に使われる糖質を減らすと、内臓脂肪がエネルギーとして使われるからですね。つまりエネルギーとして内臓脂肪が消費されていくので、確実に内臓脂肪が減っていくということね。で、理由の2つ目はですね、血糖値の上昇が穏やかになってインスリンの分泌異常も改善して脂肪がつきにくくなるからであるということね。だからね、結局糖質を食べちゃうともう血糖値スパイクでめちゃくちゃこの血糖値が急上昇してこの乱高下が起きちゃうんですよね。で、それによっていろんな不調もね、生まれてくるということで、
これはね、糖質を減らすということだから、そういったことが起きなくなって、インスリンの分泌異常が改善するわけね。つまり、インスリンの分泌異常でインスリン抵抗性って出てきましたよね。で、あれがなくなるわけですよ。改善していくわけね。だから脂肪がつきにくくなっていくということなんですね。なので、内臓脂肪を確実に落とすためにはね、こういった糖質制限をやりましょうということなんですね。で、これは実際ね、前川さんが自分のところでね、ダイエット化で、いろんな患者さんにね、この糖質制限を実践、お勧めするんですけれども、そこでのね、実践調査、これ1年後ということで、糖質制限の効果ね、これが3つ出てまして、これをちょっとお話ししていきたいんですけれども、1年後にね、こういった効果が現れてきます。まず1つ目の効果は、内臓脂肪量が約半分に激減するということなんですね。で、ここで今からお話しすることは、これ実践の調査なんでね、もう実際に起こったことですからね。そう、なのでものすごい説得力があるんですけれども、これね、いろんなね、内臓脂肪が半分に激減するんで、いろんな健康効果が出てくるんですよ。で、それはどういうものかっていうと、例えば、糖尿病高血糖の改善ね、これが改善します。で、なんでこれ改善するかっていうと、アディポサイトカインの分泌異常が収まってインスリン抵抗性が改善して、そして質の良い少量のインスリンで血糖値を下げることができるようになるからなんですね。なので糖尿病高血糖が改善します。で、それから2つ目はですね、脂質異常症が改善します。で、これは何で改善するかというと、中性脂肪が低下して HDL コレステロールが上昇するからですね。こういった理由で脂質異常症も改善します。で、それから3つ目は、レプチン抵抗性が改善します。で、これは出てきましたよね。レプチン抵抗性ね。で、これが改善することによって、食欲を抑える効果が復活します。なので、体重のリバウンドを防ぎやすくなるという効果が出てくるんですね。ということで、今ね、3つの改善例をお話ししましたけれども、ここで大事なことは、一度かかったら治らないとされていた糖尿病なども、内臓脂肪を減らせば血糖値を正常に戻すことができるということなんですね。だからね、もうそれだけ糖質制限という食事をね、実践すると確実に改善していくんですね。もういろんな健康効果が出てくるということで、もう絶対これはやってほしいですね。糖質制限はね。はい。で、それからですね、効果の2つ目、こういった効果もあります。異所性脂肪や皮下脂肪も確実に減るということね。もうこれ確実っていうふうについてますからね。もう確実に減るんですよ。で、これはね、例えばですね、異所性脂肪でいうと、まず脂肪肝ってありますよね。で、この事例が載っていて、脂肪肝はですね、1年前はね、肝臓脂肪量が 43% で、内臓脂肪量が302平方センチメートルということで、これ302ってすごいですよね。だってこれ100で、100いっちゃったらもう内臓脂肪型肥満として判定されちゃうんですよ。それが302の人がいたということでね、この事例が載っていたんですけれども、この人が糖質制限を実践して、じゃあ1年後どうなったかっていうと、肝臓脂肪量は 43% から 7% にね、減っていて、これも激減ですよね。で、それから内臓脂肪量は302から97に激減しているということなんですよ。だから、100ギリギリだけれども、下回ってますからね。内臓脂肪型肥満と判定される100以下になっているんで、これはすごい減り方ですよね。こういった効果が出てくるということなんですよ。で、あるいはね、もう一個異所性脂肪で言うと、これ見ましたよね。エイリアン脂肪ね。これは心臓周囲にね、つく脂肪なんですけれども、このエイリアン脂肪であるとか、あと脂肪水ね、膵臓の周りにつく脂肪ね、脂肪水。こういったものとか、あと骨格筋ね、こういったところに蓄積した異所性脂肪も減るということなんですよ。だから内臓脂肪だけじゃないんですね。もういろんなところについた異所性脂肪も減っていくということですね。で、それからあと皮下脂肪ね。皮下脂肪もですね、これは蓄積も代謝もされにくいんですけれども、時間はかかるんだけれども減るということが言われています。だから皮下脂肪の特徴を見ましたよね。溜めにくいんだけれども減りにくいというね。減ることも難しいというね、そういった特徴があるのが皮下脂肪なんだけれども、だけどそれでもこういった糖質制限を実践すれば時間はかかるけれども確実に減っていくんですね。で、この皮下脂肪で一つ気をつけたいことがあって、それは何かっていうと、これちょっと前に流行ったと思うんですけれども、脂肪吸引っていうのがありますよね。脂肪吸引。つまり皮下脂肪をこう吸引するみたいなね。そういったものありますよね。で、この脂肪吸引でたとえこの皮下脂肪を減らしたとしても、糖質制限による正しい食事療法をしないと
簡単に元に戻ってしまうということなんですよ。だからね、なんとなく食事療法もね、めんどくさくて嫌だからきついからっていうことで、簡単に済まそうとしてね、この脂肪吸引をやられる方いらっしゃると思うんですけれども、結局根本的な食事とかっていうことを変えてないから、簡単に元に戻っちゃうんですよね。だから僕これでなんか脂肪吸引の成果でね、なんかすごいみたいなことを聞いたことないですからね。結局は元戻っちゃうんですよね。で、しかもこれお金かかるでしょ。で、結構な金額かかると思うんですよ。そう、だからこれをやる意味って一体どこにあるのかというようなことをね、思うんですけれども、やっぱりこういうものにも手を出してしまうところがあるんで、ぜひこういった脂肪吸引をやられる方は、糖質制限によるね、こういった正しい食事療法をその後やらないと簡単に元に戻ってしまうということだけはね、理解してほしいと思います。ということで、この糖質制限というのは内臓脂肪だけじゃないんですよ。異所性脂肪とか皮下脂肪が減るということの効果もあるというね、こういったところも押さえてほしいと思います。で、それから効果の3つ目いきましょう。効果の3つ目は、薬が不要になるということなんですよ。で、これはね、もう結構ね、薬を飲んでいらっしゃる方ね、慢性的に薬を飲み続けている人は結構多いと思うので、この効果もね、聞いてほしいんですけれども、これね、ほとんどの人が薬を飲まなくても数値が正常化するという、そういった効果があるんですよ。なので、ここで大事なことはね、年を取ったら薬は飲むものだという考えは捨て去ってくださいということなんですね。だからこれはもう特に高齢者とかね、そういった方が多いと思うんですけれども、もう自分は年を取ったから、もう薬を飲むのは当たり前なんだというね、こういったマインドの人いません？ね、それ違うから、全然違うんですよ。正しいやり方で食事も気をつけて生活習慣を見直していけば、確実に薬は不要になっていくわけね。こういうこと。だからこういうふうなマインドでいる人は、こういった考え方を持っている人は、もうその考えは捨ててくださいということですね。で、ここでね、やっぱり気をつけたいことはですね、こういったことがあるそうなんですけど、内臓脂肪を減らせる薬はないですかっていうね、こういったことを言われる患者さんがいるそうなんですよ。で、そこで前川さんはね、日本人は本当に薬が好きだなというふうに思われるそうなんですけれども、もう本当にこれもう終わりですよね。こんなこと言ってるってことはね。もう薬が不要になるのに内臓脂肪を減らせる薬はないですかっていうね。さらにその薬を求めるというね。こういったマインドですよ。ね。なのでこれはね、僕が前回ですね、こちらのね、人はなぜ癌になるのかっていうことの放課後ゼミでお話ししてるんですけれども、こういう考え方を僕は特効薬思考とか救世主思考っていうふうに呼んでます。つまり、これさえあれば全ての問題が解決するんだっていうね、こういうマインドね。だからこのマインドでいる限り、絶対に問題、病気は治らないと思いますね。で、内臓脂肪も絶対落ちないと思いますよ。このマインドでいる限りね。そう、だから結局こういうマインドでいる人は、もう薬を飲み続けて、で、病気も悪化していって、健康状態はどんどん悪くなって、そして結局はね、深刻な病気を抱えて死んでいくというね、そういった最終的なね、結末を迎えてしまうので、もうこういったマインドは捨ててほしいですね。なので、ここで押さえておきたいことはね、これさえ飲めば内臓脂肪が落ちるという薬はないということね。もうこれは前川さんが言ってるんで、もう間違いないですね。これさえ飲めば内臓脂肪が落ちるんだという、そんな薬はないということね。これないです。で、薬というものはじゃあ何かというと、これはあくまで補助であり、糖質制限で改善しない場合の最後の手段であるということね。だから基本的には最後の手段なので、ほとんど使わなくなるわけですよね。だってこの糖質制限で基本的な効果で改善しちゃうからね。だからこれって内臓脂肪を落とすっていう薬で、新しい薬としてね、アライとかっていうのが出てるってお話しましたよね。あとは注射のウゴービってやつね。僕全く知らなかったんだけど、そういった薬が出てくるから、やっぱりそれでね、もう薬でもう特効薬志向がね、もう極まってるから、もうそれで治るんじゃないかとね、こんなことめんどくさいことやらなくてもいいんじゃないかみたいなね、こういうふうなマインドで、結局マインド、考え方、意識が変わってないので、結局同じなんですよ。そう。で、それで治ると思うでしょ？思い込むんですよ。これはね、製薬会社のこの宣伝がうまいということもあると思うんですけれども、こういったマインドが続くわけですよね。だから薬を飲み続けて、製薬会社にお金が落ちるというね、この経済システムがもう維持され続けるということは、病気が維持され続けるという社会が完成しているわけね。こういうことなんですよね。
そう、だからこういったところの見直しをやらないと、僕らは薬からも病気からも一向に脱却できないというね、こういったことにもなるんで、もちろんそれは内臓脂肪を減らすということにもならないんでね、ぜひこういったところの意識ですよね。これは意識の問題だと思うんで、ここをね、ぜひとも見直してほしいと思います。はい。で、ちなみにこれね、今回のこちらの前川さんの本では、内臓脂肪がつきやすい糖質食品と、その糖質量を食品の写真付きで分かりやすく掲載してくれているので、これはね、本当に分かりやすいですよ。ここにね、結構ね、量もね、いくつもあるんですよ。ここにね、内臓脂肪が落ちる痩せ食材、痩せおかずということでね、いくつもこれ写真付きで、結構カラフルでね、見やすいんですけれども、こういった形で載ってるんで、ぜひですね、こういったところを参考にしながらですね、糖質制限ね、こちらを実践していただきたいと思います。はい。ということで、こういったね、糖質制限には効果があるということで、この効果3つね、ここは押さえてほしいと思います。で、それからですね、これもね、ちょっと押さえておきたいんだけど、日常の危険な習慣ということで、もうこれはね、本当にあるあるなんですよ。もうあるあるです。もう皆さんもね、これね、結構当てはまるところがね、多いと思うんだけど、これどういうものがあるかっていうと、こういうことを言うわけですよ。甘いものは別腹だっていうね。これあるあるでしょ。だから食事をした後に、もう甘いものだったら入るみたいな感じで、甘いものは別腹だということで、デザートをめっちゃ食べるっていうね。デザートって基本的にはもう糖質の塊なので、もうそれを基本的に食べるっていうことになりますからね。こういったのは危険な習慣であるということね。で、それから次、締めのラーメンは欠かせないっていうね。これもありますよね。締めの〇〇という形で、最後がっつり炭水化物を食べるっていうね。これもあるあるですよね。で、それから次、お昼抜きだったからスイーツでお腹を満たそうっていうね。これとんでもない発想なんだけれども、これは女性にあるあるだと思いますね。だからこれは基本的には女性が多いと思うんですよ。女性がお昼を食べられなかったんで、スイーツでね、済まそうみたいなね。そういったことですよ。結局糖質だけなので、それっていうのは栄養にはなってませんからね。体のね。だから栄養失調をきたしてくるということにもなるので、これも危険な習慣ですね。で、それから、おにぎりは食べやすくてヘルシーっていうね。なんかおにぎりにはヘルシーっていうなんとなくイメージがあるんでしょうね。でもおにぎりだって糖質の塊ですからね。そう、だからここも気をつけたいとこですよね。で、それから、忙しいからランチはパンで済まそうってね。さっきお昼抜きだからスイーツっていう話が出ましたけど、ランチをパンで済ますってね。このパンもね、結局菓子パンがめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、菓子パンっていうのは糖質だからね。がっつりね。そう、だからそういったパンで済ますっていうのもやめてほしいですよね。そう、だからこれ今ね、いろいろなこと言ったけど、これ全部内臓脂肪増加のダメ押しであるということなんですよ。だからこういったことの発想で、こういったことをやってる人は、もう完全に内臓脂肪を私は溜め込みますっていうことのもうダメ押しですからね。ダメ押しの一撃なんで、こういった危険な習慣を持っている人は、こういった考え方を手放してくださいということになるわけですね。だからやっぱり糖質制限が難しいっていう人は、何もね、この制限という言葉で辛いなっていうイメージだけじゃなくて、こういった認識が外れないんですよね、頭からね。やっぱりこういうので糖質を食べたいって、やっぱり糖質は中毒性依存性がありますから、食べたいモードにすぐなっちゃうんですよね。それで気がつくともう口にしてるというね、こういうことでしょ。そう、だからこういったところも裏にあるので、こういった意識を変えるということも一緒にやってほしいと思います。ということでね、今糖質制限のお話をしてますけれども、じゃあ糖質制限はどういうふうに始めたらいいのかというね、そういったお話を次にしていきたいと思います。はい。ということでね、次行きますけれども、今ですね、糖質制限を実践していきましょうということを言ってますけれども、じゃあどういうふうに実践していったらいいのっていうお話をしたいんですけれども、糖質制限の最初の一歩ということで、じゃあどういうところからやっていったらいいのかっていうお話をしたいんですけれども、これはですね、まずは夕食の主食と間食をやめるということですね。なので、糖質制限をこれからやりましょうっていう皆さんは、じゃあ最初の一歩はどういうふうにしたらいいかっていうと、夕食の主食と間食をやめてくださいということですね。ここからやってくださいということになります。で、ここでのポイントは、エネルギー不足にならないように、朝と昼と夕方の食事はおかずをしっかり食べることですね。これなんですよ。だから糖質は控えるんだけれども、その裏にあるのはおかずをしっかり食べましょうっていうことなんですね。で、これは
タンパク質と食物繊維をたっぷり摂るということなんですね。で、ここで気をつけたいことは、これただしお腹が空いていないんだったら食べなくても OK だということなんですね。だから僕なんか特にですね、朝ってほとんど食べないんですよ。朝って基本的にはお腹が空かないので、もういいやということで、僕は朝は食べてません。基本的にはね。で、お腹が空いたら食べますけれども、基本的にはお腹が空かないので、僕は食べてないですね。で、これさらにね、どうしてもご飯やパンを食べたいときは昼食なら OK だということなんですよ。だからどうしても糖質を欲しいというときは、ご飯とかパンを昼食にとってくださいということなんですよ。で、ただし、このね、ご飯やパンも、じゃあたくさん食べていいかっていうとそうじゃなくて、ご飯は 100g 以下、で、パンは 80g 以下にしてくださいということが言われてます。ね、だからやっぱりこれもね、ちゃんとね、控えるっていうことが大事なんで、この時だけね、昼食だったら OK だよって言ってたから、じゃあめっちゃ食べる、じゃあダメですからね。ちゃんと量も制限してくださいっていうことですからね。はい。で、さらにね、ここでのポイントは、間食の方なんですけど、間食はお菓子とかスイーツとか果物ね、こういったものを食べてると思うので、こういった間食をやめてくださいということなんですよ。で、これは、どうしても間食がやめられないっていう時ね、そういった時は、チーズとかナッツを少量食べてくださいということになるんですね。だから僕もですね、やっぱりどうしても間食をしたい時があるので、そういった時はナッツを食べてますね。僕は基本的にはアーモンドを食べてるんですけれども、アーモンドを食べることにしてますね。はい。で、それからもう一つポイントがあって、それは、タンパク質をしっかり摂ろうということですね。さっきもタンパク質って言いましたけれども、これね、なんでタンパク質をしっかり摂らなきゃいけないかっていうとね、近年の内臓脂肪型肥満の増加の原因として、これがあるっていうことで、まずは第一要因としては糖質の摂りすぎね。これがあるってことは当たり前なんですけれども、第二要因としては、タンパク質不足というものがあるそうなんですね。だからやっぱり糖質の摂りすぎっていうことは、タンパク質が不足しているっていうこととこれ表裏一体なんですよね。そうなのでこっちもね、やっぱり、内臓脂肪がね、内臓脂肪型肥満が増加する原因ということでやっぱり上がってくるわけですね。で、ちなみにこのタンパク質っていうのは食べ物を消化吸収する時の熱になるんですよ。なのでほとんど脂肪にならないわけね。だから基本的にはタンパク質を摂っても太りにくいということがあるんですね。なのでこういうことを踏まえてですね、これまで以上にしっかりタンパク質を摂りましょうということになるんですよ。で、このタンパク質を摂る時のポイントは、肉類に偏らずに様々なタンパク質を摂りましょうっていうことね。だから肉以外にはどんなものがあるかというと、お魚、卵、納豆、豆腐とかですね。こういったタンパク質を摂ってくださいということになるんですよ。で、もう一個のポイントは、鍋料理は手軽でおすすめであるということね。だから僕はね、ちょっと夏場はあんまりやらないんだけれども、冬場はもう本当に毎日のように鍋料理やってますからね。で、鍋料理は僕はですね、人類史上と言ってもいいと思うんですけれども、本当に完全な栄養満点の食事だと思うんで、鍋料理はぜひとも皆さんもやってほしいと思いますね。鍋料理はもう最高ですよ。最高の栄養満点の料理ですね。で、このね、お鍋料理で一つ注意しておきたいのは、締めのお雑炊をやらないことね。大体これやっちゃうでしょ、締めの雑炊ね。で、これをやらずに、ちゃんと鍋料理を食べて終わるというね、そういった食事にしてほしいと思います。で、あと追加でこのお鍋料理に関して僕が注意をするんだったら、スーパーでよくね、お鍋の特に冬場なんかめちゃくちゃ置いてあると思うんだけど、お鍋に入れるスープっていうことで、いろんな味付けのスープがね、この袋に入って売ってますよね。で、あれは買わないでくださいね。あれ使わないでくださいね。中には、リン酸塩というものが入っていて、せっかくお鍋の中の栄養満点のね、食事をとったとしても、その栄養をがっちり掴んで排泄まで持っていってしまうというね、で、そういったことをリン酸塩がやるので、なので基本的にはスーパーで売ってるスープっていうのはこのリン酸塩が入っているので、これを入れてですね、お鍋料理をすると、結局栄養満点の料理が栄養が全く取れない料理に変化しちゃいますからね。もう変貌を遂げてしまうんで、それは全く僕らは自覚症状がないので、わかんないんですよ。わかんないです。もうここは知識の段階ですね。知識のレベルなので、ぜひともこれは抑えてほしいと思います。だからもうスープを作るんだったら自分でちゃんと味付けすることですね。だから例えば僕だったら基本的には水炊きにしてるんですよ。
で、それで出汁を取るのは昆布とあとは塩ですね。ヌチマスを入れてますけれども、こういったものでちゃんと出汁を取れば、もうあとは具材がいい味を出してくれるんで、それなりの味にできるんですよ。そう、だからあえてそういうスープを使わないことですね。これも僕はお勧めしておきたいと思います。はい。ということで、鍋料理は手軽でおすすめということでね、そういった形でタンパク質をしっかり摂りましょうということなんですね。で、これが糖質制限の最初の一歩ということになります。で、こういった形でね、糖質制限を始めていってほしいんですけれども、じゃあ他にはどういうものに気をつけたらいいんだというね、そういったお話に入っていくんですけれども、一つはこれです。脂質の摂り方ということで、油は摂るのが大事なんですけれども、これ摂り方があるんですよ。じゃあどういったところから摂ればいいかというと、魚から摂ろうということなんですね。で、これは特にEPA や DHA ね、ここら辺聞いたことある人多いと思うんですけれども、EPA や DHA を多く含む青魚で摂るということね。で、こういったものはオメガ3に該当するんですけれども、こういったものって脂肪燃焼を促すという効果があるんですね。なので内臓脂肪に効果があるということなんですよ。で、ここで気をつけたいのは、肉や乳製品の摂りすぎは心臓病のリスクが上昇するので注意してくださいということなんですね。で、これはですね、人によって悪玉コレステロールが上昇するということもあるので、肉類だけ摂るとかね、肉だけ摂るとか乳製品だけ摂ると。で、こういったものだけ摂るとそれ摂りすぎになっちゃうんで注意してくださいということなんですね。で、もう一つはですね、油に関して言うと NG があって、その NG はトランス脂肪酸なんですね。で、これもね、僕のチャンネルではね、もう何回も言ってるんですけれども、トランス脂肪酸は NG なんですよ。で、これはですね、血管を傷つけて心臓病のリスクになるというね、そういったことが言われているので、これトランス脂肪酸ね、ぜひね、これ避けてほしいんだけれども、これは特にですね、菓子パンとかスナック菓子にこれが使われてるんですよ。なので、これは糖質制限をやるとね、基本的には菓子パンとかスナック菓子を食べなくなるんでね、こういったトランス脂肪酸も体内に入りにくくなると思うので、まあ大丈夫だとは思うんですけれども、これいろんなところに使われてるんでね、ぜひここはね、注意してほしいと思います。ということで、これが脂質の摂り方ね。で、次、食物繊維の摂り方ということで、食物繊維はですね、腸内環境を改善するというね、こういった働きがあるので、ぜひともね、積極的に摂ってほしいんですけれども、この食物繊維っていうのは、代謝を正常化して内臓脂肪をつきにくくしてくれるんですね。で、この食物繊維には水溶性と不溶性があって、これはどちらも摂りましょうということが言われています。で、これは具体的に言うとですね、まず水溶性ね。水溶性っていうのは水分保持力が強くて、糖分の吸収を緩やかにして血糖値の上昇を抑えるという効果があるんですね。で、これは例えばどんなものかっていうと、もずくとかメカブとかわかめね。いわゆる海藻系ですね。海藻類は水溶性ということで、こういったものを取ってくださいということになります。で、もう一つは不溶性ですね。で、この不溶性の食物繊維っていうのは、腸内で膨らむそうなんですよ。腸内で膨らんで、腸の働きを活発にして排便を促すというね、こういった働きがあります。なので、老廃物が腸内に蓄積するのを防ぐというような効果があるんですね。で、これはどんなものかっていうと、例えば、こんにゃくとかブロッコリーとかキャベツとかキノコ類ね。こういったものが不溶性に当たるので、こういったものを積極的に摂ってくださいということになるんですね。で、あとね、この水溶性と不溶性の両方を兼ねるものっていうのもありまして、それは例えばアボカドとか納豆とか、あと大豆とかひじきとかオクラね、こういったものは水溶性、不溶性両方兼ねているので、こういったものも一緒に摂りましょうということになるんですね。なので僕はですね、アボカドはね、ちょっと苦手なので食べれないんだけど、納豆は毎日食べてるんでね、こういった今言ったものの中からね、自分が食べられるものは積極的に摂ってほしいと思います。で、あとね、またこちらの本の紹介なんだけど、こちらの本にはですね、痩せ食材&痩せおかず一覧ということで、どういった食材を摂ったらいいのかっていうことも載ってますんで、ぜひですね、こちらを参考にしていただきたいと思います。で、それからね、ここでちょっと面白かったのはね、こちらの本にはですね、選ぶのを避けたい食品の一覧も載ってるんですよ。で、その中にね、菓子パンが載っていて、で、その菓子パンはですね、写真はメロンパンが載ってるんですよ。で、そこにはね、糖質の塊っていうふうに書いてあるんですね。
糖質の塊。だから、僕ここ見て笑っちゃいましたね。菓子パン、メロンパンは糖質の塊。これをやめることで糖質の摂取量を圧倒的に減らすことができるということが書いてあるんですけれども、もう皆さん菓子パンが好きでしょ？菓子パン好きな人多いんですよ。だからこれをやめられるかどうかっていうところは一個ポイントだと思いますね。はい。ということでね、この糖質の塊というのはもうその通りなんだけれども、ちょっと笑っちゃいましたね。はい。ということで、こういったね、本を参考にしてもらって、で、それからもう一個ポイントがあって、それはですね、野菜から食べるということなんですよ。つまり、この食事をするときに一番最初に食べるのは野菜からということですね。で、このことを先ベジとかベジファーストというふうに呼ばれるそうで、野菜からしっかり食べてくださいということになるんですけれども、これ野菜から食べるとですね、血糖値スパイクを抑えられるということになるんですよ。で、なんでそうなるかっていうと、食物繊維がいち早く腸に到達して腸管をコーティングするんですね。腸管をコーティングしてくれるので、後にやってくる糖質の吸収を遅らせることができるからですね。だから血糖値スパイクを緩やかに抑えることができるということなんですね。で、ここで注意したいのは、そうは言っても結局吸収される糖の量が減るわけではないということね。これは気をつけてほしいですよね。だから血糖値スパイクが抑えられるからといって、じゃあ吸収される糖の量が減るかというとそうじゃないってことね。だからこれ糖っていうのは基本的にはほぼ 100% 吸収されますからね。ほぼ 100% ですよ。ほぼ 100% 確実に吸収されちゃうんで、なので主食を最後に食べるだけではダメなんですよ。やっぱり量をちゃんと減らすことね。糖質の量をね。食べるんだったら一番最後。だけどその糖質の量は減らすということですね。だからさっき言いましたよね。どうしても糖質を取りたいときは昼食だったら OK だと。だから昼食の時にしかも食べる順番としては一番最後に、しかもご飯だったら 100g 以下でパンだったら 80g 以下で食べてくださいっていうことですよね。もし食べるんだったらね。で、食べる必要がなかったら食べなくていいんですよっていうことですね。ということでね、この食物繊維の取り方ね、ここも押さえてほしいと思います。で、それからですね、ここもね、ちょっとお話ししたいんだけど、栄養成分表示で糖質量を常にチェックしようということね。で、これはもういろんな食品にね、この成分表示として、糖質量がね、糖質量が書いてあることも少ないんですけれども、ここをちゃんと見てくださいっていうことなんですよ。で、これを見るときのポイントがあって、それは何かっていうと、一つは糖質の項目をまず確認するっていうことね。食品のこの裏の成分表示のところでね、糖質の項目をまず確認する。で、そこでね、糖質の記載がないっていう場合があるんですよ。で、そういった場合は、炭水化物の量が糖質というふうに考えましょうということですね。だから糖質何グラムっていう項目がなかったら、炭水化物何グラムっていうふうに書いてある。これは確実に書いてあると思うんで、それが糖質というふうに置き換えて考えましょうということですね。で、それからもう一つのポイントは、栄養成分表示は全体量ではないことが多いということなんですね。だからこれはね、結構ね、紛らわしいんだけれども、裏の成分表示のところに、1個あたりとか 100g あたりっていうように、書いてるものがあるんですよ。そう、だから、その成分表示の量が、その袋に入ったものの全体量とは限りませんからね。いや、むしろそういうことは結構少なかったりもするんで、ここは気をつけてほしいですよね。だから、トータルするとね、例えばそれが 500g ぐらい入っていて、それで栄養成分表示のところは 100g あたりっていうふうになっていたとしたら、全体としてはその成分表示の量のかける5倍ですからね。そういうふうに計算をし直さないといけないんで、ここは注意してほしいと思いますね。ということで、この糖質量を見るときにはこういったところに注意してくださいということになるんですね。で、ここで大事なことは、糖質の量の確認を習慣づけるだけで自然と摂取量が減っていくということなんですよ。だからね、これはね、僕はわかる。これ結構わかりますよ。やっぱり糖質を見るっていうことを常にやると、もうそういった意識になるんで、容易にね、この炭水化物を取らないという方向になっていくんですよね。糖質の量がだんだん減っていくわけですよ。なので皆さんね、スーパー行ったりコンビニに行ったりした時に、ちゃんと裏の成分表示のとこで糖質量を見ることね。で、この糖質量を見ることを習慣づけていくと、やっぱり糖質をなるべく取らないようにしようっていう意識になっていきますからね。だから意識が変わるということにもつながってるんで、なのでぜひですね、この糖質量をチェックするというね、こういった習慣をつけてほしいと思います。
ということで今ですね、この糖質制限をどういうふうに実践していったらいいのかというね、そういうふうなお話をしてきましたけれども、この糖質制限の実践をサポートする、他にね、いくつかやることがありますので、そういったお話を次にしていきたいと思います。はい。ということで次行きますけれども、ここからはですね、この糖質制限を実践していくと同時に、内臓脂肪を確実に落とすためにやってほしいことね、このお話をいくつかしていきたいと思います。で、まずはですね、これですね、明確な目標を持つということで、これどういうことかというと、なぜ内臓脂肪を落としたいのかをしっかり考えて、明確な目標を立てるということね。だからこれは例えばですね、生活習慣病の薬を減らしたいだとか、あるいは健康寿命を伸ばしたいとかね、あるいはぽっこりお腹をなくしたいとかね、これは何でもいいんですよ。何でもいいので、自分なりの明確な目標を立ててくださいということなんですね。で、この目標を立てた上でのポイントは、この目標は具体的に設定するということね。で、これは長期目標と短期目標を持つことが大事だということが言われてまして、で、これは例えばどういうことかというと、長期目標としては最終的には 60kg を目指すというね、体重 60kg を目指すということがあって、そして短期目標としては1ヶ月で 2kg 減量するっていうね、こういうふうな具体的な数値に落とし込むということですね。だから例えばぽっこりお腹をなくしたいんだったら、じゃあどういうふうにしていくかということで、短期と長期でね、具体的な数値で明確化していくことね、この目標ね、ここでいうところの1ヶ月で2キロ減らすと。で、最終的には60キロを目指すというね、こういった形で具体的な設定をしてくださいということになるんですね。で、ここで大事なことはね、目標のないものに成功なしというような、これは名言と言ってもいいでしょうね。もうだから基本的には明確な目標を持っていない人ね、例えばなんとなく内臓脂肪を落としたいとかっていうね、こういう考えの人は落とせないんですね。結局落とせないんですよ。そう、成功しないんですよね。だからやっぱり成功するためのこれはもう大前提なんでしょうね。目標をちゃんと立ててくださいと。具体的で明確な目標をちゃんと立てるということですね。で、これが一つありますね。で、それから次。1日2回決まった時間に体重を測るということね。で、このレコーディングはね、僕もね、糖質制限をやり始めた当初っていうのは、これやってたんですよ。これやってました。今はね、朝ね、1回やるかどうかっていうところで、微妙な感じになってるんだけれども、僕の場合はもうね、糖質制限8年目で、もう基本的なところって大体感覚として分かってるんで、できるだけね、朝はね、体重測るようにして、で、それをね、体脂肪と一緒にね、記録はしてるんですけれども、ここでは1日2回ですね、決まった時間に体重を測るというね、これは習慣づけてほしいと思います。で、まずは1回目は、朝起きて顔を洗う前ですね。この時にちゃんと体重を測ってくださいということね。で、2回目はお風呂から上がった後ね。これは夜ですね。お風呂から上がった後に測ってくださいということですね。で、ここでね、気をつけたいのは、これ皆さんあるあるだと思うんだけど、体重計に乗って体重増加の現実を知るのが怖くて測定しなかったっていうね。こういうこと皆さんありません？僕なんかね、結構これやっぱりありますよ。だから結構皆さんもあるんじゃないですか。今日はちょっとやっぱり体重計乗るともう確実に悪いのは分かってるから、悪い数値が絶対出るの分かってるから、今日はやめとこうみたいなね、そういう心理が多分動くと思うんですよ。で、そこはね、しっかり乗ってくださいっていうことを言ってるわけ。つまり、勇気を出して測定して記録していきましょうということなんですよ。そう。で、これは僕はですね、体重だけではなくて、できれば体脂肪も測れるんだったら体脂肪も測ってほしいと思います。で、これはね、基礎編のところでちょっとお話ししましたけれども、家庭用の体重計っていうのは、体脂肪がちょっとアバウトということが言われていたんですけれども、僕は測らないよりはマシだと思うので、もし測れるんだったら体脂肪も一緒に測ってほしいと思います。はい。で、ここでのポイントはですね、食事内容も記録しようということが言われているので、だからここで記録するのは、この1回目と2回目の体重と、できれば体脂肪ね、それから今言った食事内容ですね、これも記録してほしいと思います。ということで、僕はね、これ自分がね、このレコーディングを実践してるんで、この記録をするということはかなり有効だと思います。はい。で、それから次、これも大事なんですよ。買いだめをやめるということで、これね、皆さん買いだめしてません？
特に糖質の買いだめ、これ多いんですよ。で、これはね、なんで買いだめをやめた方がいいかっていうと、やっぱりね、買いだめをしていると、なんとなく糖質を取ってしまうんですよね。だから買いだめしてるんだけれども、やっぱりちょっとお腹空いたなってなったらすぐスイッチ入りますからね。糖質のスイッチがすぐに入って、もういつの間にかそれに手が伸びてるっていうね。買いだめしたものに手が伸びてるんですよ。なので、こういった時にはね、家に置いてさえいなければそれ防げるんですよ。防げるんです。そう。だから糖質をね、なんとなく口に入れてるというね、そういうふうなことで自動反射的に取っている人がいるんだったら、もう家に置かないことね。置かなければ防げますからね。こういった形で買いだめをやめてくださいということなんですね。で、ここでね、NG 行動をね、チェックしたいんですけれども、内臓脂肪が増える NG 行動ということで、これ皆さんどのぐらい当てはまるかちょっとチェックしてみてください。で、例えばね、ファミリーサイズのお菓子を買いがちというね、これも今ありますよね。普通のサイズと、あとお得用みたいな感じでね、ファミリーサイズみたいなね、ありますよね。で、そういったお菓子を買いがちな人ね。で、そういった人はチェックね。で、それから、ジュースやスポーツドリンクをよく買うっていうね。これも NG 行動ね。で、それから、カップ麺やアイスのストックがあるっていうね。これはかなりいるんじゃないですか。カップ麺とかアイスのストックね。もう冷凍庫開けるとめっちゃアイス溜まってるとかね。そう、あとカップ麺ね。カップ麺もなんかこの、キッチンのなんかこのワゴンの中にめっちゃカップ麺あるとかね。そういった人結構いると思いますよね。で、それから割引のお菓子や食品を買いがちっていうね。これもありますよね。半額とかなっててね。なんかそれを買う予定じゃなかったんだけれども、カゴ入れちゃうとかね。ありますよね。そう。で、この割引に関しては、買っていいのは生鮮食品だけだというふうなことを言ってます。だから例えばスーパーに行って、お刺身が、このね、もう閉店間際で、半額になってたりしますよね。だから僕そういった時はお刺身とか買いますからね。やっぱりね、お魚取った方がいいっていうふうに前川さんも言われてますけれども、お魚高いですよね。特にお刺身とかはね。だからお刺身は僕は半額になってるとかね、やっぱ割引してる時以外はあんまりやっぱり買えないので、そういった時を狙いますけれども、割引で買っていいのは生鮮食品だけね。これも抑えてほしいと思います。で、それから、お土産でお菓子や果物をよくもらうっていうね。これもね、お土産と言った時には大体お菓子が多いですからね。で、あとは果物ね。これも結構多いので、こういったものをよくもらう人は、それをこう食べがちなんでね、そういった行動も NG ですね。で、それから、冷蔵庫がパンパンになっているっていうね。これ今皆さんどうですか？皆さんの冷蔵庫。今開けてもらったらパンパンになってます？これパンパンになってたらもうほぼほぼやばいですからね。これ NG 行動です。そう。だからね、必要以上にやっぱり炭水化物系が多いと思いますよ。そういったもので冷蔵庫がパンパンになってるというね。こういったことはもう NG 行動ですね。で、それから、1食分以上の料理を作るということで、これは特にね、炭水化物系がやっぱりこれも多いと思うんですけれども、1食以上の料理を作ってしまうというね。僕はなるべくその時だけっていうふうにしてますけれども、場合によってはね、2回に分けるっていうことがあるんですけれども、やっぱり1食分以上を作っちゃうと、どうしても食べ過ぎっていうところにつながっちゃうんですよね。なので、そういった危険性もあるので、これも内臓脂肪が増える NG 行動として挙げられております。はい。ということでね、NG 行動いくつもあるんですけれども、で、ここで一つ大事なことはね、さっきもストックっていう話が出たんですけれども、これ、非常食として何かこうね、ストックしておきたいっていう時がありますよね。で、そういう時は、非常食としては、チーズとかナッツとか、あとは糖質制限食品などを備蓄しましょうということが言われてます。だからね、これはね、さっき言ったように、カップ麺とかアイスクリームとかの糖質をストックしないことですね。こういうことになります。ということでね、この内臓脂肪が増える NG 行動をやめていただいて、買いだめをやめるということですね。はい。で、それから次行きましょう。次はですね、ゆっくり食べるということで、これはね、なんでゆっくり食べた方がいいかっていうと、早食いは胃のデブトレになるということだからですね。で、これに関してはね、僕はね、人よりも早く食べがちなんですよ。だから僕はね、ここは気をつけたいなというふうに思ってるんですけれども、これ言い換えるとですね、結局ね、早食いっていうのは満腹になるまで食べ過ぎてしまうんですよ。だから肥満になりやすいということが言われてるんですね。で、ここで気をつけたいことは、内臓脂肪が多い人の大半は胃が大きく常習的な早食いや大食いが関係しているということなんですね。だから内臓脂肪がね、
多いね、そういった患者さん、前川さん何人も見られているんで、そういった人たちの胃を見て思うんでしょうね。胃が大きいんですよね。胃が大きいわけですよ。そういった人たちはやっぱり常習的な早食いとか大食いをしているわけですよね。ここなんですよ。だからゆっくり食べるということが大事になるんですけれども、でね、このゆっくり食べるということを実践するための早食い防止のコツですね。これがいくつか挙がってまして、例えばお皿やコップを小さくするとかね、基本的に小さくしたらそれだけの量しか乗りませんからね。そういうふうな工夫をするだとか、あとはスマホやテレビを見ながら食べるのをやめるということで、これ僕はスマホを見ながら食べがちなんでね、これはなかなか難しいなと思うんですけれども、こういったのも結局は食べ過ぎてしまうんですよね。ここにつながるということですね。で、それから食べるのが遅い人を真似してみるということが言われていて、これ面白いですよね。食べるの遅い人確かにいますからね。だからそういう人を観察して、その人の真似をしてみるというね。これは面白いなと思いますね。はい。で、それからあとは腹八分目にするということで、これね、腹八分目にするとしっかり消化できるそうなんですよ。で、それに加えて血糖値の上昇と胃の肥大化を防ぐということにもなるそうで、だからそれだけね、これ昔からね、腹八分がね、医者いらずということはよく言ったもんで、これ大事なんですよね、腹八分ね。だからこれはね、前回のこちらの動画でね、人はなぜ癌になるのかっていうこちらの動画で、テキストにしたアボさんね、アボトールさんも腹八分目にしましょうって言ってましたからね。だからこれ結構大事なんですよね、腹八分目ね。結構ここは見逃しがちだと思うんでね、現代人ってね。現代人はどうしても食べ過ぎってとこがあると思うんで、ここはやっぱり今回ね、コツとして上がっていたんで、ここは注意した方がいいですね。ということで、ゆっくり食べるということで、これは僕も気をつけたいところなので、皆さんとね、一緒に実践していきたいと思います。はい。で、それから次。有酸素運動や筋トレをしようということで、これはね、食事じゃないんですけれども、今度は運動系ですね。やっぱりね、運動不足っていうところもあるので、ここもね、しっかり実践してほしいんですけれども、で、ここで一つ気をつけたいことは、内臓脂肪が多い人っていうのは、糖の取り込み先の一つである筋肉が著しく少ないということなんですよ。で、基本的に筋トレをするっていうことにもなるんだけれども、筋肉のね、70% は下半身に集まっているということなんですよ。つまり足ですよね。基本的にはね。下半身に集まっているわけね。なので、下半身を動かすといいですよということが言われているんですよ。で、ここでの運動っていうのは2つ上がってまして、1つはウォーキングなんですね。で、これは有酸素運動なんだけど、これは食後30分から60分が効果的であるということが言われてまして、で、これはね、僕の動画で言うと、分子栄養学のオーソモレキュラーの溝口徹さんですね。溝口さんなんかは、箸を置いたら靴を履けというね、こういったことを言ってるんですけれども、これどういうことかというと、箸を置いたらっていうのは食べ終わったらっていうことね。で、箸を置いたら靴を履け。つまり靴を履いて、外を歩きましょうというね、散歩しましょうっていうことで、まさにこのウォーキングのことを言ってるわけですよね。で、これをやるとね、どういった効果があるかっていうと、血液中の糖質、つまりブドウ糖がエネルギーとして筋肉に取り込まれやすくなって、インスリン分泌を抑えることができるということね。で、このウォーキングに関しては、インターバル速歩がおすすめであるということが言われてまして、このインターバル速歩っていうのは何かっていうと、これは大股で早歩きとゆっくり歩きを交互に数分間ずつ行うというものだそうで、僕は知らなかったんでね、これ皆さんやった方がいいと思いますね。インターバル速歩ね。この大股で、この大股なんですね。大股で早歩きと早歩きとゆっくり歩きを数分間ずつ交互に繰り返すようなウォーキングね。これをやってくださいということになります。で、これが有酸素運動のウォーキングね。で、もう一個は無酸素運動の筋トレなんですよ。これもやってくださいということで、この筋トレのおすすめは、ワイドスクワットとプランクと呼ばれるもので、これはですね、こちらの本にね、今回この2つが載ってましたんで、これはどうでしょうね。ワイドスクワットっていうと、主に太ももですから、やっぱり下半身ですよね。下半身の筋トレということになるし、あとプランクっていうのはね、これね、ぜひね、こちらでね、説明で見てほしいんですけれども、で、これはね、主にお腹周りですよね。腹筋と言っていいと思うんだけれども、その辺がね、鍛えられると思うので、同時に下半身もね、鍛えられることになっていると思うんで、このワイドスクワットとプランクというやつはぜひね、実践してほしいと思います。で、このね、ワイドスクワットとプランクっていうのは非常にやりやすいんですよ。
なので、これも自分なりにね、回数とか時間はカスタマイズして、やっていけばいいと思うんだけれども、あんまりね、いきなりハードにやっちゃうっていうことじゃなくて、続けやすい回数と時間ですよね。それでやっていってほしいと思います。で、結構それでもね、まだまだ筋トレできるよっていう方はですね、実はこちらの糖質の教科書ね、こっちはもっと詳しくいろんな種類の筋トレが出てるんで、しかもこっちは前川さんの写真付きでね、どういうふうな体勢でやったらいいかっていうことが結構わかりやすく書かれているので、ぜひですね、筋トレこちらで物足りない方は、こちらを参考にしてほしいと思います。はい。ということで、以上がですね、有酸素運動と筋トレをしようということの説明になります。で、それから次行きましょう。これもね、僕重要だと思ったんだけども、夕食後12時間は胃を休め、内臓脂肪を燃やすということですね。で、これはね、特に現代人は活動量が少ないわけですよね。なので、1日2食でも OK だということが言われてるんですよ。だから1日2食って言った場合は、朝食ね、朝、朝食抜きで OK だということなんですよね。で、ここでのポイントはね、お腹が空いていなければ無理に食べなくて良いということね。これさっき言いましたよね。お腹が空いていないんだったら朝無理やり食べなくていいわけですよ。で、もう一つのポイントは、夕食後は可能だったら16時間禁食すると、その間に内臓脂肪が燃えて減量しやすくなるということですね。だからね、これはですね、皆さんね、16時間なんて結構きついというふうに思われるでしょ。だけど、これ結構皆さん実践してることあると思いますよ。つまりどういう時かっていうとね、人間ドックの時なんですよ。皆さん人間ドックの前日って、夜8時までに夕食を済ませてくださいっていうふうなことでやるでしょ。だから8時以降、夜8時以降は水だけにしてくださいとかっていうふうに書いてありますよね。だから基本食事取らないと思うんですよ。で、しかも朝も食べないで人間ドック行くでしょ。そして人間ドックが終わる頃っていうのはだいたいお昼頃でしょ。っていうことは前日の夜8時から翌日の12時までお昼までだからトータルで16時間なんですよ。だから意外に16時間っていけちゃうんですよ。そう。だからそんなに苦しいっていう風なイメージを持たれている方はそんなことないからね。意外にこれいけちゃうからね。16時間ってね。そう。だから、できれば可能だったら朝食を抜いて、で、夕食は8時ぐらいまででね、終わって、そして16時間ね、禁食をするということをやると、この内臓脂肪が燃えて減量しやすくなるんですね。こういうことね。はい。ということで、これはね、今回僕がね、改めて、こちらの本でね、この16時間のね、胃を休める、そして16時間禁食ってことが載ってたんで、僕やってるんですよ、これを。これやってるんです。そうすると、めちゃくちゃ体調良くなったんですよ。さらに快適になりましたからね。なんでしょうね。頭がより冴えるというか、糖質制限8年目でね、そこそこずっと冴えてる状態なんだけれども、非常にね、健康的な状態なんだけど、さらに健康的な状態ってことを感じましたね、今回ね。そう、だからこれは僕はね、お勧めしたいと思います。はい。ということで、12時間、そしてできれば16時間禁食するってことね。で、ここで1個注意しておきたいことはね、これ今16時間禁食って言ったけど、これ3日間とかの長期的な断食っていうのは、タンパク質不足による筋力低下を招いて、太りやすい体質になってしまうので、おすすめできないということが言われてます。なのでこれっていうのは結構断食って今ね、プチ断食っていう形でね、結構流行ってると思うんですけれども、3日間はやりすぎなんですよね。つまりこういったね、栄養の観点から言うと、あるいは内臓脂肪とかね、太りやすいっていう観点から言うと、ちょっとやりすぎなので、できればもうちょっと短いスパンで、1日単位とかね、この16時間とかね、そのぐらいの単位での断食ですよね。断食というか、ここでは禁食って言ってますけれども、そのぐらいの制限が一番内臓脂肪を燃やして減量しやすくなるわけですね。なので、1日何にも取らないっていうことじゃないんですよね。ちゃんと糖質を控えて、おかず以外はしっかり毎日食べてくださいというようなことですね。はい。ということで、これもね、皆さん実践してほしいと思います。ということで、実践のお話はここまでで、あとはですね、この実践の障壁にもなっているというね、そういった間違った考え方とかもいろいろあるので、そういったお話を次に見ていきたいと思います。はい。ということで、ここからはですね、注意しておきたいということで、間違いあるあると、あと参考情報ね、このお話をしていきたいと思います。で、まずはですね、間違いあるあるね、これをですね、お話ししていきたいんですけれども、これ全部で4つあります。で、これをちょっと順番にお話ししていきますけれども、まず1つ目はですね、
果物は痩せるイコール内臓脂肪を減らすは間違いであるということですね。で、これもね、やっぱりこれを言う人いるんですね。思ってる人いるんですよね。果物は痩せるっていうね。で、これはですね、実は果物は内臓脂肪を増やすが正解なんですね。こっちなんですよ。だからこれ逆なんですね。逆なんです。だから、これ前川さん患者さん見てて、果物太りの患者さんが多いそうなんですね。だからそういった患者さんに聞くと、いや、果物は痩せるということでね、内臓脂肪を減らすというふうに思っている人がいるんですね。だからそれは間違いだということね。果物は内臓脂肪を増やすが正解ね。で、ここで気をつけておきたいことはね、やっぱり果物っていうふうに言うと、果物に含まれる果糖なんですよね。で、この果糖は肝臓に直行して代謝されて、内臓脂肪の増加や脂肪肝の原因になるわけですね。なので、もしですね、食物繊維とかビタミン、ミネラルをね、必要としているのであれば、野菜から摂りましょうということが言われています。で、ここで僕が思うのは、その野菜で言うと、やっぱりミネラルとかの栄養がね、ほぼほぼなくなっているというような現実もあるので、食物繊維としては摂るのが大事なんで、もちろん野菜は摂ってほしいんだけれども、ビタミンとかミネラルっていうところで言うと、やっぱりサプリメントでサポートとしてね、補給してほしいなというのはありますね。はい。で、これが一つね。で、二つ目は、高カカオチョコレートで内臓脂肪を落とすは間違いであるということなんですよ。つまり、高カカオチョコレートで内臓脂肪は落ちないんですね。これ落ちないです。落ちません。はい。で、ここで気をつけておきたいことは、このね、高カカオチョコレートっていうのは僕も食べてるんだけれども、糖質制限にはおすすめのおやつなんですよ。だけど、食べ過ぎは NG なんですよ。食べ過ぎは NG。で、これはですね、僕がね、ちょっと食べてるのをちょっと持ってきましょう。はい。ということで、こちらになりますね。僕の食べてるのはチョコレート効果。はい。こちらになります。で、チョコレート効果の僕は 86% をね、よく食べるんですけれども、食べるとして、1日食べるときは2枚ですね。2枚ぐらいにしてます。このぐらいね。2枚。はい。で、大体この2枚も僕は、これだけで食べるんじゃなくて、大体ナッツですね。アーモンドと一緒に摂ることが多いです。はい。ということで、こういったものが高カカオチョコレートと呼ばれているやつですよね。はい。で、さらにね、この糖質制限におすすめのおやつで言うと他にどういったものがあるかっていうと、チーズ類とかナッツ類、それから寒天とかヨーグルト、あとスルメも出てましたね。で、あとは低糖質プロテインバーというね、これも今結構いろいろ種類あるんですけれども、こういったものが挙げられております。で、こういったものもね、やっぱりいずれも食べ過ぎは NG だということね。だから基本的にはどんなものも食べ過ぎはダメなんですね。こういったことになります。で、これが2つ目の間違いね。で、3つ目の間違いを見ましょう。3つ目これです。内臓脂肪はサプリメントで減らせるは間違いだということなんですよ。で、このね、サプリメントっていうのは、あくまで内臓脂肪を落とす補助、サポートであるということね。で、これは薬も同じなんですよ。薬も補助だということね。じゃあメインは何かというと、メインは糖質制限と運動なんですね。これなんですよ。そう、だからね、このメインをないがしろにして、サプリメントいくら取ったところでダメなんですね。こういったことです。で、ここでね、内臓脂肪を減らすサプリメントを服用するときの注意点ということが出てたんで、このお話をしたいんですけれども、これもし内臓脂肪を減らすっていうサプリメントを取るときはですね、こういうことに注意してください。まずは多量摂取しないということね。多い量を摂取しないということ。そして、独断で判断しないということですね。で、それから、定期的に医師に健康状態を確認してもらうということね。これもやってほしいと思います。で、それから、期間を決めて飲むようにするということね。だから、飲み続けてはダメなんですよ。ずっとね。こういったことはやめてくださいということになります。はい。ということでね、こういった形でのサプリメントの、使い方ではなくてね、メインは糖質制限と運動ですからね。で、これを実践してくださいということになります。で、これが3つ目ね。で、4つ目の間違いを見ましょう。4つ目はこれです。糖質ゼロのお酒だからいくら飲んでも大丈夫は間違いだということなんですよ。で、これはね、結構ね、やりがちだと思うんですよ。つまり、糖質ゼロっていうふうに書いてあるから、もうお酒いくら飲んでもいいんだというね、ことで、もう際限なく飲み続けるみたいなね、ことをやったらそれダメなんですよ。いくら飲んでも大丈夫じゃないんですよ。で、それはなんでかっていう理由が2つ挙がってまして、1つは、
アルコールが先にエネルギーになるので、つまり糖質よりもアルコールの方が先にエネルギーになるので、一緒に摂ったおつまみや食事のエネルギー消費は後回しにされるからですね。なので内臓脂肪として蓄積してしまうということになるんですよ。だからこれはね、結構難しいんですよ。なんで難しいかというと、これってこのアルコールが直接影響しているようなものじゃないからですね。つまり間接的なんですよ。だから間接的な影響っていうのは僕ら見逃しがちなんですよね。そう、だからこういった理由、ここはね、僕重要だと思います。で、理由の2つ目はですね、大量に飲み続けると肝臓での中性脂肪の合成が高まって内臓脂肪の蓄積や脂肪肝につながるからですね。だからこっちは今見た理由の1つ目とは違って直接的ですよね。アルコールが直接影響を及ぼすっていう方ですよね。そうで、こっちは結構説明されるし分かりやすいんだけれども、なかなか理由の一つ目っていうのはね、間接的な方なんでね。つまりアルコール自体が何か悪さをするっていう方じゃないからね。アルコールがエネルギーとして使われちゃうから、他の糖質の方がエネルギーとして使われなくなって順番的には後回しにされちゃうんで、しかもそこまで現代人の活動量だと消費できないんで、結局はアルコールで、そのアルコールも多分全部ね、エネルギー消費できないと思うんで、結局は理由の2につながっているし、結局糖質のね、この糖質で内臓脂肪が蓄積してしまうということになっちゃいますからね。だからここでのポイントはね、糖質ゼロのお酒はやや太りにくい程度に考えた方がいいということね。だから糖質ゼロだから全く太らないんじゃなくて、やや太りにくいお酒だよっていうね、こういった認識を持つようにしましょうということなんですね。だから直接と間接の両方の理由があるんでね、こういったところを押さえてほしいと思います。ということでね、間違いあるあるで4つ出たんですけれども、やっぱり僕はね、ちょっとピンとこなかったんですね。こういった間違いを僕は持ってないので、こういうふうな間違いを持って内臓脂肪を蓄積している人がね、やっぱり多いわけですね。そう、だからね、皆さんぜひここはね、注意してほしいと思います。はい。で、それからあとね、ちょっとね、大事だと思った参考情報ね、これが4つあったので、これをね、お話しして終わりたいと思います。で、まず1つ目はこれです。MCT オイルが必要な時ということで、この MCT オイルっていうのは聞いたことある人多いと思うんだけれども、この MCT オイルっていうのは消化吸収が早くてエネルギーになるので内臓脂肪として蓄積されにくいというような効果があって、でさらに脂肪の代謝機能を目覚めさせるという効果もあるんですね。で、この MCT オイルが必要な時っていうのはこれ2つあるんですよ。で、1つは糖質制限を始めたばかりでまだ慣れていない時のエネルギー源ですね。こういった人には必要だということね。で、もう一個はスポーツ選手なんですね。つまり消費エネルギーが激しい人ね。だからこれはスポーツに限らず活動量が激しい人ということで言うと、めちゃくちゃ肉体労働している人ね。そういった人も多分含まれると思うんですけれども、そういった人には MCT オイルが必要だということね。で、ここでのポイントは、この MCT オイルはあくまで糖質制限のサポート役であるということね。なので糖質過多の食事に足すだけでは内臓脂肪は減らせないということね。だからどんなに MCT オイル取ってたとしてもメインの食事が糖質ばっかりみたいな食事だったら結局は内臓脂肪は減りませんからね。こういうことね。で、さらにもう一個ポイントは、この MCT オイルは無添加、そして化学溶剤不使用と書いてあるものを選ぶということね。で、さらに言うと、この MCT オイルでも C8 が多いものがベターであるということなんですね。だからそういったところをね、参考にして MCT オイルを取る人はね、取ってほしいと思います。はい。で、それから2つ目の参考情報はこれです。ちょこちょこ食べダイエットはおすすめしないということで、前川さんはですね、ちょこちょこ食べダイエットはおすすめしてないんですよ。で、これなんでかっていうとですね、間食で低糖質なものを小分け食べすると結局食べ過ぎてしまうということだからなんですね。で、このことを間食太りというふうに呼んでます。で、なんでこういうことになるかっていうと、食事のたびにインスリンが分泌されるからなんですね。だからここが禁食とつながってくるんですよ。16時間禁食しましょうっていうのは基本的にはその間は間食もしないっていうことですからね。ここにつながってくるんだけれども、やっぱり食事のたんびに間食といえども何か食べ物を食べるっていうとどうしてもインスリンがその分出ちゃうんですよね。そうだから結局は、食べ過ぎてしまってね、内臓脂肪を減らすということができないということになっちゃうんですね。
で、ここで大事なことは、食事の間隔を空けるということね。で、1日2食でも OK だということ。ただしその2食はドカ食いはしてはダメだということなんですね。で、どうしても間食が我慢できないときには、低糖質なものを少量だけ食べましょうということなんですね。なのでやっぱり糖質制限をしていても間食で結構食べ過ぎちゃうっていうことがあるとね、どうしても内臓脂肪が減らないということになっちゃうんですよね。なのでちょこちょこ食べダイエットをやってる方はですね、このちょこちょこ食べをやめるということですね。はい。で、それから3つ目の参考情報はこちらです。お茶は毎日10杯飲まないと効果なしということで、これはどういうことかというとですね、結局お茶が何でいいかというと、お茶の中に含まれている茶カテキンというものがいいんですけれども、この茶カテキンは内臓脂肪の代謝を高めるっていう効果があるんですね。これ効果があるんだけど、内臓脂肪燃焼のためには毎日10杯以上飲む必要があるんですよ。だからそう考えると、これなかなか難しいでしょ。で、しかもこれ飲みすぎちゃうとカフェインの過剰摂取で不眠になることもあると、眠れなくなっちゃうっていうこともあるんですよ。なのでこのお茶が健康にいいっていうのはこの茶カテキンから来てるんだけれども、それでも毎日10杯飲まないとっていうことはね、このカフェインのリスクもあるからなかなかこれは難しいと思うんですよ。なのでここで大事なことは、水とお茶のローテーションで水分補給することね。だから、お茶ばっかりとかじゃなくてね、ちゃんと水も飲むってことね。で、僕はもうほぼほぼお水しか飲みませんからね。で、カフェで勉強するときはホットコーヒー飲みますけどね。そう、だからホットコーヒーは自分でね、豆をひいて作るっていうこともあるんですけれども、コーヒーは時々ですね、そういった家では時々で、カフェはだいたい毎日勉強しに行くんで、毎日飲みますけれども、あとは全部水ですからね、基本はね。なのでお茶は飲みすぎる問題もあるんで、できれば水を飲んでほしい。で、お茶を飲みたいんだったら水とお茶のローテーションね、そういった形で水分補給をすることですね。こういったことになります。で、ここのね、お茶で一つ注意しておきたいのは、千奈茶って呼ばれているものなんですよ。で、これ皆さん聞いたことあります？千奈茶。で、僕は聞いたことがなかったんで、今回初めて知ったんだけど、この千奈茶っていうのは、実はこれって下剤の一種なんですって。下剤。だからこれって、千奈茶ってお茶って言ってるけど、これお茶じゃないんですよ。これ下剤なんですよ。つまり薬だってことね。だから副作用の恐れがあるんですって。この千奈茶って。ね、これはね、ちょっと紛らわしすぎません？だってお茶って言ってるんだから、お茶じゃないのってお茶じゃないんですって。ね、こういうことありですか？これありなの？これ。いいの？これ。こういった表記。ね。これはちょっと問題かなと思うんですけどね。千奈茶ね。だからこれね、お茶じゃなく薬ということでね、これはじゃあ飲む必要があるのかというふうに思うんで、これはできるだけ取らない方がいいかなと思いますね。はい。ということで、これが3つ目の参考情報ね。で、4つ目、最後の参考情報はこちらです。糖質オフを謳う人工甘味料の危険性ということで、これはどういうことかというとですね、人工甘味料ね、これも本当にいくつも出てきてるんですけれども、ものすごい糖度のやつがね、出てきてるんだけれども、これって血糖値やインスリン分泌に影響を与えないということが言われてるんですよ。なので、ダイエット効果があるというふうにされているんですけれども、だけどこれは注意が必要なんです。つまり、例えばね、発がん性が指摘されたアスパルテームってやつね。これちょっと前に話題になりましたよね。アスパルテームね。これは発がん性があるということで指摘されていましたけれども、で、このね、アスパルテームっていうのはもういろんな食品に含まれているんだけれども、その中でも多く含まれている食品ね。それにはどんなものがあるかっていうと、例えば炭酸飲料であったり乳酸飲料、それから飴とかガムとかゼリー、そしてせんべいとか薬剤とか、あとシュガーレス商品ね。こういったものにはアスパルテームがかなり多い割合で含まれているということなので、できればこの辺は避けてほしいですよね。僕なんかほぼほぼこういったところに今言ったものは口にしないんで大丈夫かと思うんですけれども、これ結構含まれてますからね、アスパルテームもね。そう、アスパルテームだけじゃないんですけどね、もういろんなそれこそこのね人工甘味料ありますから、こういったところはできるだけ避けた方がいいということですね。で、人工甘味料でもう一個注意したいのは、結局ね、こういったものを取り続けているっていうことは、甘いものへの依存を変えることができないわけですね。結局甘いものが欲しいというね、この欲求に従っているってことになりますから、結局変えることできないんですよ、この依存状態を。だから結局糖質を求めてしまって痩せられなくなってしまうということになっちゃうんですよ。
そう、だからね、人工甘味料だからいいわということでね、どんどん取っていても結局甘いものが欲しいっていうことが募っていって、やっぱり糖質に手が出ちゃうんですね。こういうことになっちゃうんですよ。だから結局そうなると内臓脂肪も減らせず痩せなくて、そして病気にもなっていってっていうね、こういった悪循環に入っていくと思うんで、できれば人工甘味料のものとしてね、糖質オフっていうふうに謳っているけれども、なるべくそういうのも避けた方がいいということなんですよね。ということで、これがね、参考情報の4つということで、このね、間違いあるあるの4つと含めてね、合わせて理解してほしいと思います。はい。ということで、今回はですね、改善編ということで、内臓脂肪を確実に落とす方法をね、こういったお話をしてきたんですけれども、本当にね、今回お話ししたね、こと、こちらにね、詳しく書かれているんですけれども、これね、イラストと図解でね、わかりやすく実践しやすいように書かれているんですけれども、今回ね、このお話ししたことを全て実践していただければですね、もう確実に内臓脂肪を落とせるということにつながりますので、ぜひですね、皆さん実践してほしいと思います。で、今回の放課後ゼミはですね、僕がね、こちらで載っていた内臓脂肪の CT 検査っていうのをやってきたんですよ。で、やってきてその結果が出たので、そのね、お話を放課後ゼミの方でしたいと思うので、引き続きご覧いただければと思います。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。